で今回はまたお話がありまして来た次第でございます。雨が降った時にも外に出られるような形で屋根付きのパーゴラを作ろうと考えて個人で作るのには大変なんじゃないかっていうことで、ここぐらいには一つ柱を入れないと勾配どっちの方に持っていくか、デッキ一体化させるっていう考え方は工夫しながら作っていきたいと思っておりますけど、おはようございます。今日はですね、以前ご依頼があった橋本さん、助けマンで来まして、自分でもできるという考え方、そういう形で一緒に橋本さんとデッキとあとフェンスを一応リメイクしたで仕上げはもう橋本さんがちょっとお時間かけて完成したとこです。で今回はまたお話がありましてちょっと今日は来た次第でございます。で今回はじゃあ、新たなお悩みというか。そうですよね。ちょっとまだ内容は聞いてないんですけども、ちょっとお会いしてどのようなものかな楽しみにしていますけど。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。いろいろとまた何かあったら連絡ください。YouTube とかいろいろ頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。今回、先日一緒にウッドデッキをリメイクさせていただいて、その中で過ごしていくうちに、雨が降った時にも外に出られるような形で屋根付きのパーゴラを個人的に作ろうと考えて一応材料とか考えてすることがなかったんですけども、それをやっぱり個人で作るのには結構大変なんじゃないかっていうことで、ちょっとまたお世話になった金井さんにご相談させていただきましてご提案をさせていただきました。じゃあ後お庭で過ごしてみて、屋根も欲しいなってなったって感じですかね。そうですね、ちょっとやっぱいろいろ欲しくなってしまうもんというか屋根がついたらもうよりやっぱり楽しめるような庭での生活ができるかなと思いまして、庭で過ごす時間を増やせるかなと思いまして、屋根付きのパーゴラを以前動画でも作っていたのを拝見したのでちょっとそういう形で作れたらなと思って今回また、応援に来ていただきました。今年の夏すごい暑かったんで、それにおいてもまた雨とかデッキの外に出られるということにおいては、屋根があればだけど屋根あると今度は風に煽られるというちょっとしっかりしたそういう形の考えもありますし、デッキの中で工夫しながら作っていきたいと思っておりますけど。じゃあ屋根はつけられそうな感じですかね。でも柱さえ立てばね、あと大きさの関係、それから場所をどこにするかによって変わってくると思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします一応今パーゴラとして考えている範囲なんですけども、このリビングから出られる大きな窓から、このラインに沿って、ちょっと広い形になっちゃうんですけども、ここまでパーゴラができるかなということで、
一応考えてはじゃあ一応このラインです。そうですね。はい。柱を立てるとしたらどういった位置に？柱はやはりはい材料的に今測って、ちょうど5メーターですね。だからやっぱりあんまりね、柱は角角で、あとここで中間に入れないといけない。はい。ただここぐらいには一つ柱を入れないと。でこっちはもうこちらの方に、まあ、こっちはもう邪魔にならない。ここに一歩入れないという、わかりました。そういう感じですね。はい、かしこまりました。これあとは柱の基礎の関係、どうやって固定させるか、まあそれが一回取って根田の入り側によってダブルで押さえてるところに入れたい、入れれば一番いいんですし、だけどもここがで、あとここの柱の位置がちょっと今どうしたらいいかなと考えています。はい、OK です。じゃあまずはやっぱり柱を立てるところからですね。で、あと雨の勾配どっちの方に持っていくか、はい、こっちが一応まあ大体2メーターものであれば2500ぐらいの波板とかプラ波とかそういうのがありますから、はい、そのまま1枚ずつ重ねていけば、そしたらそうなるとやはりこっちだとお隣の方に水がいっちゃうし、まあ敷地内のためになるこっちかこっちっていうことになると、庄内のは駐車場の方に勾配を立ててやって、で向こうに水を流すという感じになると思いますけど、はい。やっぱり屋根を作る時にはそういった勾配を気をつけないと。フラットだとね、どうしてもそれは必要ですよね。まだ僕の中では正直想像ができてない段階なんですけども、これからどうなるかがすごく楽しみな状態です。ちょっと足手まといにならないように頑張りたいと思います今回もじゃあご一緒に作業されるような感じですかね。そうですね、ちょっと時間も限られてるんで、今回は私一人ですから、ある程度の形をやれば、あとは橋本さんが時間かけてやっていける。だからちょっと段取り的に時間を省く、工程的に普段の工程と違ったやり方するか分かりませんけど、まあそれでも形的にはなるんです。お題だけはちょっとやっぱりしっかりしとかないと、先ほども言いましたように強風風にあおられる心配が、まあ、こんだけデッキあるんで、デッキに一体化させるっていう考え方取りますから、そうすればもう通常の基礎っていうことをそんなに考えなくていいかと思います。はい。先日ちょっと水道周りを自分でリメイクしたリメイク、はい、形で、ちょっと雑な部分があるかもしれないんですけど、ちょっと高さを出して、はい、はい、ちょっと自分で手洗い場を少し、はい、で立ち水栓も変え、そうですね、蛇口も変えて、バルブをちょっと止めて、自分で設置して立ち上げまで一応やらせていただきました、はい、いいじゃないですかね。やってる
楽しかったです。楽しかったです隣がこちらの金井さんがよく作ってるその花台をはいリメイクして水槽台じゃない水槽うんビオトープ台を作りましてで金魚そうですね、金魚を入れてまあ、前回一緒に花台作りましたもんね。そうですねそれを参考にそれは違った花台なんですけどね、やっぱり自分でやって愛着が出るし、で形的にまあこれやっぱりこのぐらい高さあったのものは全然使い勝手もいいし、であるものを材料でこうやって花台で橋本さん自体も作ってる最中はもう没頭できるんで、それが一番だと思います。はい。じゃあまずは材料買いに行かないとちょっとホームセンターへ、それから始まりですね。はい。ですね、一応ちょっと最低必要な木材をホームセンターで購入してきました。まず何から始めますか？柱を立てる、まず最初にで高さ決めて、でそれで枠を作るという形になります。じゃあ柱立てるためにはデッキを一部解体したりする？解体ちょっと外して構造をちょっとどういう構造になってるか、柱の根だとうまく噛み合わせられるかどうかとか、そういうちょっと物々の確認をしないといけない。橋本さん、なんか工具増えてないですか？めちゃくちゃ工具を買い揃えになっちゃいましたね庭でやるようにいろいろと工具が増えていきまして、橋本さん、そのはい、電動ドライバー金井さんと同じやつですか？そう同じやつ買っちゃいました。ちょうど中古屋さんに売ってまして1万円でバッテリー2個とこれがセットでちょっとお安く買うことができました。じゃあ同じやつにしたんですか？同じやつに前試しに同じのを使わせてもらったんですけど、すごい使いやすくて、それでたまたま同じのが売ってたんですよ。それで思わず買っちゃいましためっちゃ簡単に入りますねこれ。すいません、最初から買えばよかったです。ノコありますかね。はい。丸のこは丸ノコと手ノコあります？はい、あります。定規あります？はい、あります。なんだ。この中古で中古で買いました。じゃあ出た。橋本さんにちょっとはい。確認してもらいたい。はい。